どうも、ときまるです。減らしすぎてはいけないっていう話。今日ね、朝走ってきました、また。で、今日はボルゾイは見かけなかったんだけども、プードル見かけました。で、しかもミニチュアじゃなくてさ、大きなプードルです。うん。大きなプードル見かけるとなんかもう本当にシャって思うね。ラッキープードルっていう朝から。嬉しかったですね。で、なんか、大きいプードルって、なんか、プードルかどうかわかんない時ありませんか？あれ、なんか、どこまで刈り込んでるかとか、そのカットによって結構、見かけが変わるじゃないですか、あいつ。だから本当にプードルなのかなっていう、もしかしたら見かけたのがプードルじゃなかったかもしれないんですけど、でもね、目と、毛の感じと、サイズ感と、あと、高さは、まあ、あれプードルだなって、思いましたけどね。もうとにかく、いいですよね。結構ちっちゃなプードルはたくさん見かけますけど、普通のレギュラーサイズのプードルっていうのはなかなか見かけないので、あれ見ると本当にシャーっていうね、こう、ありますよね。ということで、今日はね、もう忘れちゃった。なんだっけ。そう、減らしすぎてはいけないって話だ。先週、私メールマガジン書いてるんですけど、ニュースレターを毎週発行してるんですけど、で、ミニマリズムについてのいろんな話をしてるんですけどね。で、なんかその時に自分が上京してきた時のことをちょっと思い出していろいろ書いたんですよ、先週。で、そこでまあちょっと減らしすぎてはいけないっていう風なテーマで書いて、で、なんか自分自身が、上京してきた時っていうのは、意外とね、ミニマリストだったんですよね。なんかその時はもうミニマリストのミの字もなかった時代ですけど、やっぱり僕は九州の方に、宮崎の方にね、その時住んでて、そこから引っ越してきてるんで、なので、やっぱり飛行機で来るわけで、なんか、引っ越し代も、ね、むちゃくちゃかかるじゃないですか。やっぱあれだけ距離が離れてると。だから、宮崎の頃に使っていたものはもうすべて置いてきたんですよね。部屋に置いてきて、で、もちろん洗濯機とかそういういろんな家具家電が、もうやっぱり長く使って古くなっていたっていうのもちょうどあって、だからもう買い替えてみようと思って、全部新規一点ですね、東京で揃えようと思って、で、来たんですよ。だから本当に何も持ってきてなくて、ただね、なぜか、毛布っていうか布団一式みたいなものと、は送って、で、あとギターとアンプですね。フェンダーのストラトキャスターとマーシャルのアンプ。で、まあちっちゃな20か30ワットぐらいのものですけど、それだけはね、持ってきて、なんか、イングウェイ・マルムスティーンの感じでね、マーシャルとストラトキャスターだけは、持ってくんだみたいな感じの気持ちがあったんでしょうね。だからなんか、まだ音楽を捨てきれないというか、音楽やっていくぞみたいな感じで、持ってきました。で、一番最初に住んだのは千葉県だったんですよ。で、会社っていうか就職した会社は東京都内だったんですけど、なんか会社が結構、割と古くからあるような企業で、で、社宅みたいなものをね、持ってたんですよね。で、なんか一つのマンションを借り上げて社宅みたいにしてるんですけど、なんで人によって同じような、一つがなんかみんな会社の人が住んでるみたいなところじゃなくて、なんかみんな同じようなメンバーっていうか新卒は社宅なんだけど、みんなそれぞれマンションが違うっていうね、いわゆる一部屋だけをいろんなとこで契約してるようなスタイルで、で、自分の部屋が、その時ね、2LDK だったのかな、あれ。リビングが一つあって、で、他に2部屋あったかな ?3 部屋あったかもしれないね。で、一つ畳の部屋で一つフローリングでみたいな、なんかものすごいね、なんかファミリーで住めそうな部屋だったんですよ。で、ものすごい広くて、で、なんか最初からこんな暮らしでいいのみたいな。なんか学生時代は、今はもうこんなね、部屋に住んでましたけど、逆にだから今学生時代のスタイルに戻ってるんですけど、なんかいきなり働き始めた瞬間にそんな大きな部屋でいいんですかみたいな感じの部屋だったんですよ。でも荷物がないものだから、なんか本当に
もうなんか、すっからかんの状態だったんですよね。布団とね、そのギターとアンプしかないから、あとまあ PC ぐらいは持ってったのかな。うん、PC をだから床でね、こうやりながら、本当になんかミニマルなスタイルでやっていて、で、初任給で、そのあまりにもその、部屋が空っぽだったから、机と椅子を買ったんですよ。うん、これもうバカですよ。今考えると。もう初任給、もう20万ぐらいだったのかな。なんか、そこらの、20万そこらのお金をすべてはたいて、ダイニングテーブルと椅子を買ったんですよ。これがね、しかもまた結構ブランド物の椅子とテーブルで、なんか多分そういうと、結構ハマってたんでしょうね、その時。いろんなそのデザイナーズ家具とか、あるじゃないですか。イームズとか、なんかそういうこう、なんかクラシックな、なんか昔のその、うん、家具デザイナーとか建築とかを割とこう好きだったんで、なんかそういうこう日本の家具とかの中で一つ椅子を買って、で、そのテーブルはちょっと、どこだったかなあれ、シンガポールかどこかのブランドでしたけど、を買ってね。で、暮らし始めたわけですよ。で、まあその広い部屋にはものすごく、うん、ダイニングテーブルと椅子っていうのはものすごく合ってて、で、ダイニングテーブルは、そんな大きくない正方形のものでした、一応。うん。でもね、それでも、まあそんな感じで暮らし始めて、で、そっから、紆余曲折あって、で、写真の仕事をし始めて、で、写真の仕事をし始めてから、やっぱ物が一気に増え始めたっていう感じなんですよね。うん。そう。あとあれだ、CD とか持ってきてたのか。そうか、音楽系は持ってきてたんで、だから、その時 CD も持ってきてましたね。大量に。段ボール200個ぐらい。うん。で、その写真を始めてからものすごく増えていった。で、自分が写真をちょうどやり始めた時は、アナログからデジタルのちょうど移行期だったので、いわゆるそのフィルムカメラとデジタルカメラが混在するような状況でした。で、仕事でも、現像したりとかね、モノクロのプリントやってたんですけど、手焼きで、暗室にずっと入って。なので、その時代だったので、ものすごくその、機材がとにかく多いと。うん。で、それだけでも大変だし、でもその勉強のためにやっぱりいろいろ写真集とか、その教材とか教則本みたいなものをたくさん買い揃えて、まあ写真集がほとんどでしたけど、で、それで本がどんどん増えていって、で、自分でもフィルムの撮影してたので、もうフィルム箱買いですよね。コダックのゴールドっていうフィルムがあるんですけど、その当時ね、でも100円とか200円とかで売られてたんですよ。今多分2000円ぐらいすると思うんですけど、それをもう100個単位で買って、とか200個とかかな。普通に Amazon とかで200本とかで売ってたんですよね。うん。200本で、なんか、本当に2万円とか3万円とかそんなレベルなんですよ。で、その箱買いして100本ぐらいをね、で、冷蔵庫に入れて、で、それを使っていくと。だからもう冷蔵庫の中は、僕そのフィルムしか入ってなかったですね。で、35ミリだけじゃなくて、ブローニーっていう、割と2B って言われる、ブローニーフィルムを使ってたんで、そういうものを全部入れて、やってましたね。うん。だからそこでものすごく物が増えたと。で、どんどんその活動を進めるにあたって、増えていった機材とか、物とか本とかがあって、で、その途中から、ミニマリズムに出会うっていう感じなんですよ。で、そこから減らしていったっていう経緯なんですよ。で、その後の、何度かの引っ越しの時に、そのダイニングテーブル、一番最初に買ったダイニングテーブルと椅子っていうのはずっと持ち歩いてました。で、椅子に関しては、私のこのチャンネルに多分上げてる過去の動画見てもらうとまだ映ってます。で、ちょっと紹介とか多分してるんで、もし興味がある方はそっち見てほしいんですけど、だからこの家の1個2個ぐらい前の家の時に、もうまだ使ってましたね、その時はね。だから椅子は本当に10年以上、12、3年持ったのかな。うん、12、3年持ったと思います。それくらい使っていて、で、テーブルの方も何度か引っ越しに持ってってるんですよ。で、結構重くて、大きくて、そして黒くて。でもなんか、ダイニングテーブルだから、結構作業スペースはむちゃくちゃ取れるんですよね、広く。
だからその上に、プリンターを置いたりとか、そう、プリンターも持ってたね。プリンターとか紙とかインクとかもあって。で、そこで自分のその写真をプリントして、ちょっと切ったり貼ったりとかしながら、スクラップブックみたいなものを作ったりとか、本当に作業スペースとしてはものすごくいいサイズだったんですよ。ただやっぱりいろいろその間、引っ越しをして、で、シェアハウスに暮らしたこともあったし、ものすごくいい思い出です。で、もう本当に狭いね。むちゃくちゃ狭い、何畳なんだろうな、あれ。一人3畳とか4畳ぐらいの部屋だったんですけど、そこにも僕はベッドとダイニングテーブル、自分が買ったテーブル持って行きましたからね。だからそれ結構使ってたんですよ。やっぱり一番最初の初任給で買ったっていう思い出もあっただろうし、それが、捨てるっていう発想がね、やっぱなかったんですよね。手放すっていう発想が。だからやっぱそれが自分の中で当たり前になったというか、手放すっていう選択肢が入ってきたのも、本当にミニマリズムの、考え方が入ってきてからなので、それまではやっぱり捨てるっていうことがあんまりなかったと思いますね。今思い返してみれば。で、そこでだからいろんな思い出があります。本当に、その椅子とテーブルには。で、それがなぜ、減らしすぎてはいけないっていう話につながるかというと、経済人類学者のメアリー・ダグラスさんって人がいるんですけど、その人がやっぱり物っていうものが、消費について結構考えてる人なんですけど、つまり消費っていうのは、もう人間とは切っては切り離せないものだっていう、人類とは。で、よく消費とか貯蓄とかって言いますけど、貯蓄っていうものすらも、それは将来のある時点で使うために貯めているものだから、ただ、消費を先延ばしにする装置に過ぎないって言ってるんですよ。だからこの考え方面白いなと思って、だから結構みんな貯金とか貯蓄とかしてると思うんですけど、でもなぜするかっていうと、それはやっぱり将来のある時点で使いたいからですよね。いわゆる老後2000万問題とかありましたけど、それも結局老後のために、自分が働けなくなった時のために、あの世に行くまで、何千万をちょっとずつ切り崩しながら使っていくと。で、それを、じゃあ、そのために、今を犠牲にして、その分を貯めていくっていうことだと思うんですけど、だからつまり、使わなければならない。貯めたものは使わなければならないんですよね。ということは、貯めているっていうことは、もうすでに消費が前提としてあるっていうことなんですよ。ある未来の時点での消費を前提とした貯蓄であるっていうこと。だから結局貯蓄っていうのも消費なんだっていうこと。消費に紐づいているんだっていうことなんですよね。そういうことを言っている人がいて。で、それは確かになと思ったし、で、やっぱり物っていうもの自体も消費って言いながら、経験をやっぱり買ってる部分があるのかなと思っていて、で、それはやっぱり机を買うことによってその上でいろんな作業とかができると。食事したりもできるし、週末にね、友人何人かとそこでワインを開けるとかね。ダイニングテーブルってそのためにあると思うんですけど、そういう、ただ物を買うっていうことが、悪とされるような社会で、よく僕は物を買わないとか、やっぱ消費を少なくしようみたいなことをミニマリズムの観点から話してはいるんですけど、でもやっぱり消費っていうものは、イコール、物を得ることによって、その物を媒介とした経験がそこで発生します。で、経験っていうものは、ものすごく喜びであるし、人生、生きる意味みたいなものでもあるし、よくだから、物より経験とかって、マスターカードみたいなね、広告多分あったと思うんですけど、物より経験みたいなこと言ってますけど、でもつまり、僕が言いたいのは、物より経験。だから物と経験っていうものは、対比させられるものではなくて、物自体を買うことによって経験が生まれてくることがあるっていうことです。だから今、私が
今もう10分、12、3分話してますけど、その、上京してからの、その、初任給で椅子とテーブルを買ったと。で、それでものすごく失敗したと思ったと。で、そんな重いものを何度も引っ越ししながら持ち運んだと。でも、自分の人生には、その2つのものを買ったからこそ、なんか経験したものとか、作り出したものとか、考えたこととかがあるんですよね。だから、思うんですよ。僕はその時、初任給の大枚をはたいて、椅子とテーブルをもし買わずに、じゃあ全部貯金していたら、何も買わずにそれをじゃあ貯金していたら、自分はどうなっていただろうって。で、もしかしたらなんかその、こうインターネットの中で、なんかそのウェブサイト作ったりとかブログ書いたりとか、まあそういう活動もし始めたりとか、で、写真の活動もし始めたり。だからそういうのがもしかしたら、発生しなかったんじゃないかなって。下手したらっていうか。まあちょっと大げさですけど、椅子とテーブルをもし買わなかったら、で、その時に本当にそれを全て貯蓄に回していたら、僕はそのもしかすると、なんかそういうクリエイティブとか物を作るとか、ってことをやってなかったかもしれないし、で、その間に出会った人々とも出会えなかったかもしれない。っていうことを考えたんですよね。だからこれはまあ、事故というかね、まあ、今になって言えることなんで、なんとも言えないことではあるんですけど、結局は。結果論みたいなところで言ったらね、それはあるんですけど、でもなんかそういうことがあるっていうことを考えてました。考えました。そう。だから、物をだから減らしすぎてはいけないっていうか、買わなすぎてもいけないっていうのかな。そう。だからやっぱり、経験をするために、もちろんその経験とかサービスに対して、お金を支払う。まあ、無形商材っていうのかな。だからやっぱそういうふうな、まあ今デジタルベースの世の中にはなってきてますけど、やっぱりその物を買うことによって、その物を媒介として、新たな経験とか、新たな自分のつながりとかね、新たな人との出会いとか、そういうものが生まれてくることがあるので、あまり減らしすぎてはいけないし、買わなすぎてもいけない。減らしすぎてはいけないなと思いました。結構難しいバランスではあるんですけど、はい、まあ、極端にいかないってこともあるし、もう人それぞれの本当に状況がこれはあるので、自分でもね、ちょっと本当になんかあまりにも減らしすぎてるなとか、あまりにもちょっと最近買わなすぎてるなみたいな人がいたらね、ちょっと振り返ってみてはいかがでしょうか。はい、今日はそんなところで、今日もつらつらとたわいもない話を最後までご視聴いただきありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。チャオチャー。